ポンケークです。今回の占いのテーマは、あなたの金運を占いますです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中からお選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらからご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、現在、未来、障害となること、助言の4枚で占ってまいります。それでは、それぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の金運についてですが、現在は大きな損失などご自分のですね、お金が減っていくばかりなんですけれども、これからはですね、いろいろなところで富を得ることができます。はい。そしてですね、今後ご自分の使い方っていうのをですね、考えていただく機会になればいいなと思うんですけれども、はい。こちらですね、1枚ずつですね、お話しさせていただこうと思います。それではまず現在の金運についてですね。こちらはソードの3の逆位置になりますね。はい、そうですね。大きな損失が出ているというふうに出ておりますね。何かしらの原因でご自分のですね、金額、お金っていうのがどんどん出ていってる状態で、辛いなって思われてるのかもしれないですね。やはりそうですよね。お金が消えていく状況なので、ご自分の中に入ってきてもすぐになくなってしまうっていう状態になってしまってるので、そうなるとやはりしんどいなっていう風になってしまいますよね。はい。そうですね。ただですね、今後未来でですね、はい、変わってきます。ペンタクルの9の正位置になりますので、ここからはですね、あなたにチャンスが来ますね。はい。きちんとですね、ご自分の、実力、はい。いろんなところで発揮されていってですね、はい。金運に関してもですね、かなりご自分の、得られるものっていうのは大きくなっていくのではないかなと思いますね。もしかしたら、収入の、お給料がアップするとか、そういう可能性もございますね。はい。それだけではなくてですね、何かしらご自分でですね、得られるものが増えてくる。はい。または、現在の出費が多いところがあるんですけれども、その出費が減っていくっていう風になっていくのかもしれないですね。そうですね。なのであなたのところにはたくさんの実りあるものが増えていく。たくさんのあなた自身に必要なお金っていうのがですね、はい、ちゃんと溜まっていく状況になりますので、そこは良かったなと思いますね。はい、未来の方ではあなた自身にとても期待の持てる金運っていう風になりますね。はい。ではですね、それに向けて障害となることを見てまいりましょうね。はい。ソードのクイーンの逆位置ですね。そうですね。あなた自身が金銭の管理はちゃんとできますっていうことなんですけれども、ただですね、それが自分の稼いだものは全て自分のものっていう風になってしまうので、うまくですね、人に対してですね、使えないっていう部分があるのかもしれないですね。人間関係においてですね、ある程度の出費があるのは仕方がないことかなと思うんですけれども、そこをですね、あまり、ケチってしまう、ケチりしすぎてしまうと、そこでですね、人間関係にも少しひびが入ってしまうということもあるので、ある程度の出費っていうのは必要だとは思いますね。ただ現在が
特にあなた自身が出費が多いなっていう状況になっておりますので、やはり慎重になるっていう気持ちはあると思うんですよね。なのであなた自身がこの人との付き合いであればお金を出してもいいなっていう風に思える人と付き合っていくっていうことも大事かもしれないですね。お金の話っていうのが、いかんせん日本だといやらしい話に聞こえてしまうっていうのはあるんですけれども、結局生きていくためにはご自分のお金が必要っていうのはございますので、そうですね、その中で有効費をですね、あなた自身がどの程度使うかっていうのはしっかり考えていただいて、ただですね、全てあなたのものですっていう風に、全てをご自分のものにしてしまうと、そうなるとなかなかですね、金運だけじゃなくて人間関係においても少し陰りが出てきてしまうっていうのがあるのでですね、そのあたりは少しバランスが必要だと思いますね。では助言の方をお話しさせていただきますね。こちらがですね、吊るされ人ですねの正位置になりますね。そうですね、吊るされ人はがんじがらめになるとかそういう意味もあるんですけれども、そうですね、先ほどとちょっと重なる部分はあるんですけれども、自分のためだけにお金を使うっていう考えをですね、少し忘れてですね、他人のためにお金を使うっていうことも考えた方がいいと思いますね。例えばご家族がいらっしゃる方だったらご家族とかですね、その他人が喜ぶために使うっていうことも考えた方が良さそうですね。そうですね、それが後々ご自分に返ってくるっていうのはあります。ですね。奉仕の気持ちっていうとですね、ちょっと大行に聞こえるかもしれないんですけれども、ある程度ですね、あなた自身が与えた分だけ人から返ってくるっていう風に考えていくといいと思いますね。そうすることによってあなた自身の金運もですね、よりアップしていくっていう風に考えるとですね、それでいて人間関係もうまくやっていけると、そういう風になっていきますので、そうですね、人が喜ぶことのためにお金を使うっていうのはある程度考えていただければと思いますね。もしよろしければこちらの方参考にしていただければと思います。それではですね、A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の金運ですが、そうですね、現在は多少の心配はあるもののですね、大きなお金の損失っていうのはないですね。そして今後は堅実に良い方向に向かっていく。それでご自分の何か大きなことですね、大きなことに使うっていう風にしなければですね、今後も安定した収入を得ていくっていうことが出ております。それではですね、現在の方からお話しさせていただきます。まず現在ですね。こちらが太陽のカードになりますね。太陽のカードの逆位置になりますので、ちょっとですね、軽い気持ちでいろんなお金をすぐ使ってしまうっていうところはあるのかもしれないですね。それは少しずつお金を使ってるつもりでもですね、だんだんと出費がですね、増えていっている状況、気づけばクレジットカードのお金がこれだけ使ってたみたいな、そういう可能性も出てまいりますね。ちょっとですね、衝動的なのだったり、雰囲気だったり、そういったところでですね、お金を使うっていうのを今現在は気をつけていた方がよろしいかなと思いますね。必要経費っていうものはございますけれども、その中でご自分の中で無駄になるんじゃないかっていうものはですね、ついついですね、その時にあったものだからって思って買ってしまうっていうものとかあると思うんですけれども、そこをちょっとぐっとこらえて一旦落ち着いて、深呼吸とかしてですね、こ
これは本当に自分に必要かどうかっていうのをもう一度自分の胸に聞いてみて、それで必要であれば買う、必要なければそこでお別れするっていうことをしていくと、少しですね出費の方も少なくなっていくのかなとは思いますね。はい。ただそこだけですので、全体的な感じを見てますと、太陽の逆位置っていうことなので、太陽自体が明るいものっていうことにはなりますから、はい、その点ではですね、大きな損失だとかそういったものはないですね。はい、大丈夫です。はい、ではですね、未来の方を見てまいりましょうね。はい、こちらがペンタクルのページの正位置になりますね。はい。こちらはまさに堅実的なカードになりますね。はい。ですので、金運はやはり全般的に良いものになりますね。はい。大体何をやってもそれなりにお金はついてまいりますので、お金をですね、問題ないので、必要以上にですね、追い求めることもないかなと思いますね。そうですね。あなた自身が真面目にコツコツとやっていくことで、ちゃんと手に入るお金がありますよっていう風になっておりますのでですね。はい。未来に関してはそのままのあなたで、はい、続けていけば確実にちゃんとご自分の中にお金は戻ってきますよっていう風になっておりますね。はい。ですね。はい。そこは安心していただければと思いますね。そうですね。このカード見てますと、やはりお仕事だったり、いろんな、アルバイトとかですね。ちゃんとですね、やればやるだけですね。時給だったり、お給与だったりですね。そのあたりもついてくると。はい。まだお若い方で、お金ですね、自分で稼げないっていう人はですね、ご自分のお手伝いとかしてですね、そういうことでご家族からお金をもらうとか、いろんな関係性ですね、そういうところからお金をいただくとか、そういうことはあるかと思いますね。はい。あなたの真面目さがちゃんと実を結ぶっていう風になっております。はい。ではですね、そのあたりで障害となることですね、見てまいりましょうね。はい。こちらが女帝の正位置になりますので、そうですね。先ほども申しましたように安定した収入が望めるっていうのはあるんですけれども、ここでですね、障害となってくるのが、ご自分が大きく稼ぎたいとかですね、投資をしたいとか、何かしらにご自分の、大金をかけてしまうっていう風にしてしまうと、そこで問題が起こるっていうところはあると思いますね。はい。自分、どうしてもお金ってやっぱり儲けたい、欲しいっていう気持ちはあると思うんですけれども、そうですね、そのちょっとした欲がですね、結局ご自分の損失につながるっていう可能性も出てまいりますのでですね、はい、ここは未来にあるような堅実な精神をそのまま大事にしていただいて、ご自分の欲望はできるだけなくしていただくように気をつけていただければと思いますね。はい。そうですね。むしろこういう時にはですね、あなた自身の、ご自分のお金には変えられないものですね。愛情だとかそういったものですね。そういったところに時間を使うといいのかもしれないですね。はい。ご自分が愛していることに使う。それは大事かもしれないですね。その中でどうしてもお金を使うっていうところはあるかもしれないんですけれども、そこはですね、ご自分の必要なところっていう部分があるので大丈夫だと思います。はい。欲を持ちすぎるのが良くないっていうことなので、はい。それ以外のことであれば、しっかりですね、お金も使っていただいていいんじゃないかなとは思いますね。はい。ではですね、最後にアドバイス助言ですね。はい。ペンタクルのキングの正位置になりますね。はい。やはり先ほどの障害のところでも出てきましたけれども、大きなお金の出費にはやはり気をつけていきましょうねっていうのがこちらのカードでも出てますね。
そうですね。ご自分のですね、いろいろ獲得をしていくものだとか、ペンタクルのキングなのでですね、一番富と繁栄を手にする成功者っていう意味のカードにはなりますので、どうしてもこういろいろやりたくなるっていうことはあると思うんですけれども、ある程度ですね、やはりそのあたり警戒した方がいいのかなと思いますね。そうですね。ご自分が能力の高い人から協力を得てですね、そのあたりでご自分のお金っていうのを動かすと、そこはですね、うまくいくかもしれないですね。ですね。あなた自身というよりは、その周りの人に助けてもらうですね。あなた自身の人脈を使って、そこで富を得るっていう風なことはできると思いますね。そうですね。ご自分一人でいろいろやろうとすると、ちょっといろいろと失敗してしまったりとかがあるかもしれないのでですね。そこは人に頼ってもいいかもしれないですね。そうですね。実りあるカードっていうことにはなりますのでですね。あなたのその堅実な精神と人脈ですね。いろんなものを使ってですね、ご自分の金運を上げていくっていうことはできると思いますね。そういうことをですね、考えていただくっていうのは大事かもしれないです。もしよろしければですね、こちら参考にされてください。それでは B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の金運ですが、そうですね、今は慎重にお金を使う必要が出てくるんですけれども、今後はですね、安定した収入になってくるっていう風に出ておりますので、そのあたりがですね、金運に関しては良さそうな感じではありますね。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきますね。まずですね、現在のカードになりますが、こちらはワンドのナイトの逆位置になりますね。こちらですね、そうですね、今はちょっとあれも欲しい、これも欲しいと目移りしてしまう時期なんですね。なので、どうしてもその分で買ってしまうっていうところがあって、お金を使いすぎてしまう。ですね。でも、これがですね、あれも欲しい、これも欲しいで買ったものっていうのはですね、いずれ飽きが来てしまうっていうものなんですね。あなた自身が今は必要かもって思っててもですね、これが今後はですね、もういいやっていう風になってしまうっていう可能性がかなり高いのでですね、そうですね、もしよろしければですね、このあたりの出る分ですね、お金が出る分を抑えていただいて、慎重な買い物っていう風に心がけていただくのが必要かなと思いますね。どうしても今欲望に忠実な状況っていう風になっておりますのでですね、あなた自身が欲しいものっていうものに、やはりお金を使っても気にならないっていう風になってしまうんですよね。ただその後、結局ですね、後悔してしまうっていうことになりますので、よろしければですね、そのあたりを意識していただいて、お金の使い方っていうのを考えていただく必要があるかなと思いますね。ただですね、今後、未来になるんですけれども、こちらはですね、ワンドの4の正位置になりますので、今後はですね、安定した仕事だとかですね、そういうので順調な収入が入ってまいりますね。今の仕事が安定していれば問題ないです。今の状況が安定していれば、そこはですね、そのままお仕事とかですね、続けていただければ問題ないと思いますね。そうですね。特別に大きな収入が入ってくるっていうわけではないんですけれども、小さくってもですね、確実な収入っていう風に、確保することができますのでですね、そのお金を大事にしていただくっていうことは必要ですね。
そうですね。ご自分の満足いく方向にきちんとですね、お金の方は貯まっていきますよっていう風に出ておりますね。はい。ただですね、それをまたいろんな好きなことに使ってしまうと無駄遣いになりかねないのでですね、ある程度ご自分の中に貯めておくっていう必要はあると思いますね。はい、貯金ですね。自分のそのユニコーンさんがですね、ハートとかケーキとかを大事に持っているような感じでですね、ご自分のお金を大事に持っておくっていう気持ちも必要ですね。はい。ではですね、今後障害となっていくことも見てまいりましょうね。はい、こちらがですね、ソードの7の聖地になりますね。いろんな騙されるとかですね、そういったことがあるかもしれないんですよね。はい。例えば、いい儲け話があるんだけどっていう風に話をかけられるとかですね。はい。そういうことがあるかもしれないので、そのあたりはですね、しっかり気を引き締めておられた方がいいかなと思いますね。何かしら悪知恵の働く方がですね、そばにいらっしゃって、あなたに良い方向に持っていけますよっていうふうには言うんですけれども、それはですね、やはりご自分にとっては良くないですね。結局、得するよって言われたことが、かなり損をしてしまうっていうことになりかねないので、そのあたりは気をつけていただいた方がいいと思いますね。ですね。はい。向こうはですね、ご自分の私利私欲ですね。そのあたりの方で近づいてきているので、はい、そこをですね、そのまま信じてしまうっていうのは良くないですね。あなたには確実にご自分の守れるだけのお金っていうのはあるのでですね、はい、そのお金を大事にするっていう方法を考えてた方がいいですね。はい。あなたが今後そのお金を手に入れるためにいい方法があるよっていう風に近づいてくる人たちのことはやはり警戒した方が良さそうですね。はい。そこがちょっと障害になってくると思いますので、そのあたりは気をつけていただければと思いますね。はい。では最後にですね、助言の方をお話しさせていただきますね。はい。ペンタクルのエースの聖地になりますね。はい。そうですね。ペンタクルのエースの聖地になりますので、そうですね。あなた自身がちゃんと安定したお仕事だとか、安定したお仕事ですね。はい。このあたりですね、ちゃんときちんとご自分の働きをしていけばですね、今後は昇進だったり昇給の可能性もかなり高い状況ですね。はい。なので、そのあたりですね、安定したお仕事が金運のアップの鍵っていうことになりますので、まさに未来のですね、そのままの通りのあなた自身でいけば大丈夫ですよっていうことだと思いますね。はい。そのままですね、バランスの取れた行動をしていかれることが大事です。特に大きな動きを見せる必要はないですね。あなた自身がそのままのご自分で進んでいく。それだけでちゃんとですね、安定したお金っていうのは手に入りますのでですね。なので、無理に自分のやりたいことだとかですね、人から言われたことをやる必要はないです。はい。そのあたりはですね、大丈夫ですので、はい。このままのあなたでいてくださいっていうふうにお話しさせていただきますね。はい。そうですね。そうですね。先ほども申しましたように、夢を追うというよりは、現実的な方向を見て、地に足をつけるっていう風に進んでいただくこと、それが大事だと思いますので、はい。もしよろしければですね、こちら参考にされてください。それではこちら C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それでは、おつけいくでした。